はい、どうもどうも。今回はバウハウスと腕時計というテーマで話をしたいと思います。バウハウスという言葉を初めて聞いた人もいると思います。バウハウス系とも言われたりするんですが、腕時計のスタイルの一つだと考えてください。具体的には右の画像のようなデザインで、シンプルで装飾性を抑えた見た目が特徴です。今風の言葉で言えば、ミニマルっていう表現がね、使われたりもします。日本の腕時計ブランドでも似たテイストのものをね作ってるところあるんですけども、バウハウス系の中心はドイツのブランドになります。これにはバウハウスが生まれたのがドイツだから、その伝統を受け継いでというのがね大きな理由です。でまた北欧のブランドである、ダニエル・ウェリントンとかスカーゲンもバウハウス系を中心にしたブランドと言えると思います。でドイツが伝統的なバウハウス系、それで北欧系は少しファッションより、というかねカジュアルなイメージですかね、なってます。もう少し具体的なイメージを持てるようにバウハウス系の腕時計を並べてみました。ここではブランド別に12の腕時計を出してます。バウハウス系でまず名前が挙がるのがユンハンスとノモスです。でバウハウス系を中心にねラインナップするブランドです、この2つは。で他にもストーバやユンカース、ドゥッファ、ドゥゲナ、あとラコもね、バウハウス系が中心のラインナップではないんですけれども、シリーズとしてバウハウス系を出しているブランドです。それからシェーバーで有名なブラウンも実は腕時計を作っていて、バウハウスのスタイルを大事にしてるねメーカーです。ここまでの左の4列はすべてドイツのブランドです。一方、右から2列目はスカーゲンとダニエル・ベリントン、北欧系ですね。で、一番右端はモンディーンとスウォッチ。こちらはスイスのブランドです。で、スウォッチはね、有名ですけれども、バウスウォッチっていう名前のね、バウハウス系シリーズを出してます。先ほどシンプル、ミニマルという表現を使いましたが、見た目はこんな感じです。でね、もっと派手な方が好きっていう方もいるかもしれません。好みはね割と分かれるデザインなんですけれども、こういうデザインが好きな人にとってはどれもねドストライクなんじゃないかなと思います。で個人的には、結構かなりですかね、好きなデザインの部類です。ここまでバウハウスという単語を使ってきましたが、バウハウスって一体何なんだっていうね疑問を、皆さん持たれたと思います。それにねちょっと答えようと思います。バウハウスは学校の名前です。1919年から1933年までのたった14年間なんですが、ドイツで開校されていました。バウは建築、ハウスは家を意味してます。直訳すると建築の家ですね。ただ、こういう名前なんですけれども、建設専門の学校というわけではないんです。家具とか照明とか、あと金属製の小物とか、あと壁紙とか食器とか、多岐にわたる、分野のねデザインを、デザインと製造を教える学校でした。短い間で終わってしまったのには理由があります。当時としては前衛的な考え方に立ってね設立されたのもあって、保守主義者からは反発を受けます、学校自体が。で1933年っていうのはナチスがドイツで政権を握った年です。でバウハウスは公立の学校だったんですけれども、資金も打ち切られて、それからナチスから学校が強制捜査を受けたりしてました。それで最終的に継続が困難になって14年間で幕を閉じます。学校の理念は芸術と技術の統合です。後で詳しく解説はするんですけれども、今聞くとふーんとかへーって特に驚きはないと思うんです、この考え方って。でもそれが逆にすごくて、こういうアイデアが今では一般的な考え方になってるから、驚かないわけなんですよ。で芸術と技術の統合っていうのはバウハウス以前からも考え方としてはあったんですけれども、それを世界で初めて組織だって実践したのがバウハウスなんです。ではバウハウスからどんなものが生まれたかを見ておきます。下の画像の左端はデッサウという地域に
移転した時に建てられた校舎です。バウハウス初代校長のグラピウスという建築家が設計しています。幾何学的でガラス張りで、近代建築と呼ばれている、作りの要素が、入ってます。で、近代建築としては最初期のね、建物になってるみたいです。で、デッサウは工業都市だったので、労働者向けの住宅がね、需要があったみたいで、バウハウスは、この校舎以外にもね、いろいろと建築をしています。で、これらの建築群は今ではユネスコの世界遺産にもなってます。他にも工業製品のデザインもバウハウスはしています。画像中央は卓上ライトです。これもまた幾何学的なシルエットで装飾的な要素がないシンプルで現代的なデザインだと思います。で、それから今ではパイプ椅子っていうのはね、一般的で、座ったことがね、ないっていう方はいないと思います。それぐらい普及してますが、実はパイプ椅子を初めて作ったのはバウハウスのブロイヤーという人です。自転車のフレームに使われていたステンレスパイプからね、これを家具に使ってみたら面白いんちゃうかっていうことで、パイプ椅子を作ってます。で、写真のモデルのレプリカにはなるんですけども、私は座ったことがありまして、座り心地が実は相当良くて、見た目のクールさだけでなくて実使用もしっかり考えられて作られた、家具になります。ここで挙げてるのは作られた製品のごく一部なんですが、これを見ていただくと幾何学的でシンプルなデザインがね特徴だと、気づくと思います。これはバウハウスが見た目の美しさだけではなくて製造時の効率性、生産性を考慮してデザインしたからなんです。芸術と技術の統合という理念をね先ほど紹介しましたが、バウハウスの目指した統合っていうのはねこういうことなんです。次にバウハウスの理念の凄さを知ってもらうためにバウハウス以前と以後の話をします。結論から言うとバウハウスは近代デザイン、または工業デザインというね考え方のルーツの一つです。それを理解してもらうために産業革命まで時間を巻き戻します。産業革命は1700年代の中頃からヨーロッパで起こります。生産システムが変わってギルドが解体して工場での生産が進んでいきます。それから、100年経った1800年代中頃にはイギリスの家庭にあるものほとんどが工場で作られたものに置き換わっていたそうです。ただこの時の未熟な工業化の段階では粗悪なものが多くて品質的にもデザイン的にも、いまいちだったようですね。産業革命で工業化が進んだわけなんですけれども、それに対する反発が1800年代後半では出てきます。一つがイギリスのアーツ&クラフツ運動です。これは工場生産された粗悪な製品っていうのを否定します。で、こんなものをね使ってたら人間性が失われてしまうって、生き生きとした人間味ある品物、ものをね使うべきだっていう考えに基づいてます。で、そこで作られたのが下の画像左端にある鶴棚の壁紙です。で、一方同じく1800年代後半のフランスではアール・ヌーボーという様式がね流行します。言葉は聞いたことがあると思うんですけれども、下の画像左から2番目が有名なトンボのコサージュです。アーツ&クラフツ運動とアール・ヌーボーに共通するのは植物や動物をモチーフにしたデザインです。曲線的で有機的な生き物の匂いがするような見た目が特徴です。根底には機械文化と人間性の対立があります。機械文化を否定してその対極にある、人間味あふれるねデザインがいいものとされていました。ただどんなに反発しても工業化は進んでいくわけですので、人間と機械の対立ではなくて人間の美の感性にかなうものを機械生産で作ろうっていう考え方が出てきます。その中心はドイツでドイツ工作連盟っていうね今でいう産学連携の、ネットワークが生まれたりもしてます。そしてその後、体系だった教育で人材育成をしてさらに
実業界への貢献をする学校としてバウハウスが誕生します。これが1919年のことです。この段階になると人間性と機械文化っていうのが対立するものではなくなります。物は人の生活を豊かにする、大事なものですし、機械生産で効率よく製品が、できればより人間を幸せにねするわけです。で機械生産がしやすくて同時に美的な側面でも人間を豊かにするデザインが目指されるようになりました。そこで作られたものが画像右の2つです。壁紙はパターンが用いられていて、ティーポットも幾何学的な形状が特徴です。1933年にバウハウスはなくなってしまいますが、この考え方が世界に広がります。バウハウスの教授、バウハウス内ではマイスターと呼ばれてたんですけれども、アメリカで食についてニューバウハウスっていう教育機関、研究機関が設立されます。また戦後のドイツではウルム造形大学っていうね、バウハウスの伝統を受け継ぐ学校が作られます。ウルム造形大学の初代校長はマックス・ビルです。ユンハンスのシリーズで、マックス・ビルってありますけれども、それをデザインした方ですね。でまたウルム造形大学設立時にはブラウン、先ほどシェーバーで有名になっていましたが、ブラウンが資金を出したりしてます。でブラウンっていうのは工業デザインのね、先進的な企業で、こういうバウハウス的なデザインを非常に大事にしている、メーカーです。余談ですが、ブラウンの有名デザイナーのディター・ラムスさんという方がいます。実はこの人はアップルの有名デザイナーのジョナサン・アイブさんに影響を与えた人物です。バウハウスがね身近に感じられてないっていう方もねいると思うんですけれども、 iPod、iPhone、MacBook すらもねバウハウスの広がりから生まれた商品と、言っても過言ではありません。最初にバウハウスというのは学校の名前だと紹介しました。でもバウハウスは学校の名前であると同時にその理念を表す言葉でもあります。またそれが広がっていった運動、ムーブメントの、名前でもありますし、そして腕時計のデザインにおいては、一つのねスタイルの名前にもなってます。ここまでバウハウスについて解説しました。ちょっと疲れたなっていう方もねいるかもしれないんですが、許してください。こういう説明をねちゃんとしないとバウハウス系の腕時計を理解するのが難しいんですね。ここからはねバウハウス系の腕時計が持つエッセンスについて紹介します。シンプルとかミニマルという言葉でねバウハウス系の腕時計を最初は表現しました。じゃあシンプルな腕時計は全部バウハウス系に入るのかって言ったらそうではないんですよ。ちゃんとバウハウス的な様式っていうのがあって、それをねここでは4つの点から解説します。1つ目は直線による構成を大事にしているところです。一般的とバウハウス的に分けてるんですけれども、バウハウス的な腕時計はラグや時間表示のメモリ、それから自分針秒針も直線的なデザインをとります。全体で見ると円と四角になっていて幾何学的なシルエットです。2つ目は数字の配置です。左が一般的な数字の配置で、右がバウハウス的な配置です。バウハウス以外でもこの配置は使われたりするんですが、例えばフランク・ミュラーはこういう数字の配置になっていますね。ただ丸型の文字盤で圧倒的に多いのは左側の数字の配置で、右側のようなね、デザインはかなり少ないんです、実はというと。こう見ると左側の方がシンプルで右の方がね装飾的に見えるかもしれません。ただこのような配置にしているのはよりね幾何学的な見た目にするためです。右側の数字は少し縦長になっていて、数字の向きを線で結ぶと中心で交わる形になります。実際に線は引かれてないんですけれども、見る人に頭の中で線をイメージさせることで幾何学的な印象が生まれます。ただね数字が多く並ぶと、
右側の配置は見づらくもなるので、よくあるのが一つ飛ばしでアラビア数字を使うパターンです。3つ目は平面な文字盤です。左側はグレーで表現してるんですけれども、アワーマークが立体的になってます。こういう立体的なインデックスは、場合によってはね、多面カットされてキラキラ光って見えるようにしたりします。一方で、バウハウス的なのは印刷のみの文字盤です。バウハウスは生産性を考えますので、工程が増える装飾は用いられません。そのため、バウハウス的デザインでは立体的なインデックスっていうのはほぼね、使われないですね。4つ目はここまでの3つほど重要な要素ではなくて、プラスアルファの要素です。左が一般的な腕時計だとすると、右側のバウハウス的なデザインはまずサブダイヤルがメモリだけになってます。サブダイヤルには通常囲むように円が引かれるんですけれども、バウハウス的な表現ではメモリだけが使われます。右側の方がよりメモリ線が強調されていると思います。メモリ線というのは一定の間隔で引かれているパターン表現ですね。なのでバウハウス系の腕時計ではそれがとても大事にされていて、機能がそのままデザインとして使われているともね、言えます。もう一方の色使いについては、最初にバウハウス系の腕時計を並べた時に赤、黄、青の三原色を、使った時計が目立ったかもしれません。赤、黄、青の原色と丸、三角、四角の形がバウハウスを表す表現で、よく用いられます。これには理由があって、三原色も丸三角四角もそれらを組み合わせることでいろいろな広がりが生まれる基本色であり、基本の形状です。バウハウスでは入学してすぐの学生にこの基本色と基本形状を使っていろいろな作品を作らせました。あくまで勉強のためなんですけれども、バウハウスを表すイメージとして、定着したのか、この三原色がよく使われます。ここまでバウハウス系腕時計のエッセンスについて解説をしました。最初にシンプルイコールバウハウスではないっていうふうに言いましたが、同じように見えるシンプルさの中にもバウハウス的な様式とそうでないものがあるわけです。で、ここで挙げたのは、バウハウス系と言われる腕時計に使われているエッセンスを私が、まとめただけですので、こうでなければバウハウスではないっていうようなね、定義の話ではあくまでありません。バウハウス系かどうかを見分ける基準ではないので、その部分だけは注意してください。最後にバウハウス系の魅力について話をしたいと思います。腕時計なのでまずは見た目が好きっていうことが入り口になると思うんですけれども、その後に来るのが価格です。生産性を考えるっていうことがバウハウスのポイントなので、バウハウス系の腕時計で高級腕時計の部類に入るのはノモスぐらいで、多くは低価格から中価格帯の商品です。デザインから入ってそうした価格帯もバウハウス系の魅力の一つじゃないかなと思います。そして腕時計には装飾がされているのが普通です。確かにね、そういう装飾が綺麗だなって思ったりもします。ただ一方でその装飾がね、過剰に感じたり、さらには押し付けがましく感じることがないわけではありません。さらに腕時計を選ぶ時にですね、自分自身が見栄を張れるブランド、モデルにしたいみたいな欲望もあると思います。人間なのでそういうところは誰にだってあると思いますし、見栄を張ること自体は別に悪くないです。見栄を張らなきゃいけない時もあると思います。ただ腕時計を選ぶ時に見栄だけで選んだら全然面白くないなとも思います。そういう装飾とか見栄っていうものから自由なのがバウハウス系の腕時計です。現代の工業デザインの元になった理念が核としてあって、そこから見た目にしろ、誰もが手に入れられる価格にしろ、魅力となっているわけです。
今回はバウハウスと腕時計というテーマを扱いました。腕時計の話で出てくるのは、多くは何年から続く伝統でとか、人間の手作業でしかできない機構とか作りをしてますとか、どこかの有名人の愛用モデルですとか、そういうねストーリーはたくさん語られると思うんです。でこういう話はね、その元になったブランドのブランド力、付加価値を高める、話だと思います。私もねそういう話面白くて好きだったりするんですけれども、一方でバウハウス的な、こういう公共デザインとか生産性とか、そちらの話っていうのは腕時計ではあまり語られない話です。語ったところでね商品に付加価値がつくかといったら、ちょっと微妙な話なのであまり語られないんだろうと思います。でそういうことであまり顧みられない話なんですけれども、実はねバウハウス系の腕時計っていうのは、しっかりとした理念があって歴史や経緯もあって、デザインにも独特の思考があって非常に、面白い興味深い時計なんです。バウハウスは1919年に開校しているので、今年はちょうど100周年にあたります。2019年中にね、ちょっと扱いたいテーマだったので、急遽、ちょっと構想している今後の動画の順番を入れ替えて、動画を作りました。バウハウスにね、興味が湧いた方は、来たれバウハウスという名前で美術館で巡回展が行われています。現在もありますし、あと来年の夏ぐらいまでねいろんなところを転々として行われてます。そういうところにね足を運んでみてもね面白いんじゃないかなと思います。実際私も実はすでに行ってまして、パイプ椅子に座れたのがね特に嬉しかったですし、ちょっと、感動しました。はい、今回のね動画はこれでおしまいです。また次の動画で皆さんお会いしましょう。